遊びとしての釣りは太古の昔から行われてきました。江戸時代以降、一部の階層にとっては釣りは単なる遊びではなく様々な位置づけがなされ、それによって釣り自体も発展してきました。明治、大正時代は釣りの世界においても変革期と言えます。今回はその明治時代にスポットを当てて解説いたします。本日の結論です。釣りの進化はさほどなかったが、欧米の釣りが注目される。本日の目次です。釣りの時代背景を理解する。産業革命がプレイヤーを変える。明治時代の釣り。釣りの欧米化の始まり。最後に特典パートとして明治時代の出来事を年表で見ていきます。釣りの時代背景を理解する。釣りは太古の昔から食料を取る方法であると同時に遊びとしても行われてきました。江戸時代に入ると職業としての漁を守るため農民が魚を取ってはならないとか、漁師に漁場の占有権を与えるといった政策が取られ、自由に釣りができないこともありましたが、子供たちの遊びとしての釣りは健在だったと考えられています。明治・大正時代においてもそれは同様です。竹林から切り出して作った竿で海の浅瀬や川でハゼ、ドンコ、ハヤ、ウグイ、フナなどを釣って遊ぶ子供の姿が見られました。糸は絹や木綿、針は縫い針を曲げて作ったものでした。とても釣り具と呼べるようなものではありません。それでも遊びとしては成り立っていたのでしょう。他にうなぎを狙う穴釣りや漬け針、複数の針をつけた仕掛けを川に設置しておく漁法も食料調達を兼ねた遊びとして行われていたといいます。こうした子供たちを含めた庶民、明治時代は平民と呼ばれたレベルの釣りが明治・大正時代を通して大きく発展したようには思われません。むしろ徴兵令、西南戦争、地租改正など庶民の生活を圧迫する出来事が立て続けに起こり、生活は江戸時代より苦しくなっていました。実際、庶民の釣りに一大変革が起きるのは、竿、針、糸が大量に生産され、誰もが手軽に入手できるようになった1960年代後半と考えるのが妥当です。高度成長による生活レベルの底上げと大量生産による釣り具の低価格化がそれを実現しました。一方、庶民レベルの釣り以外、すなわち富裕層もしくは支配者階級の釣りに目を転ずれば、明治・大正は釣りの世界が大きく動いた時代だったと言えます。江戸時代から釣りは武家にとって精神修養の意味を持っていました。山形県庄内地方の釣りが庄内藩が歌人に奨励したことで発達したことをご存知の方も多いでしょう。これは言うなれば単なる遊び以上の意味を持つ釣りになります。具体的には武家にとってはたしなみであり、公家にとっては遊びであったことでしょう。明治時代に入り、武家という地位がなくなったことで異なる層が主役となります。つまり主役となる釣り人、釣りプレイヤーの変化がこの時代の釣りを捉えるキーワードとなります。これは福岡県糸島市で撮影された釣り風景です。ガラス看板で撮られた貴重なものになります。撮影者も年代も不詳ですが、明治時代のものと思われます。和服姿と洋服姿が混じっているのがこの時代の様子を表しています。何を釣っているのか不明ですが、竹竿で磯際のメバルや黒鯛を狙っているのではと想像されます。庶民の釣りと富裕層の釣りを分けて政治、経済といった大きな視点から釣りの世界の変遷を見ていきましょう。産業革命がプレイヤーを変える。江戸時代末期の安政5年1858年、タウンゼント・ハリスと徳川幕府が日米修好通商条約を結んだことで鎖国が完全に終わったとされますが、これにより日本は海外列強の前に立たされることとなります。1868年、時代は明治に変わり、明治政府は植民地化を免れるために近代化及び西洋化を推進する必要に迫られます。
ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がするという都ドイツが象徴するように、牛鍋をはじめとした食文化、西洋建築、西洋式の制作など西洋文明が積極的に取り入れられました。近代化及び西洋化の流れは工業の仕組みも大きく変えました。小規模な工場製種工業生産から集団的工業生産へとシフトすることで、より大きな事業を可能にすることが求められました。幕末から明治はいわば日本における産業革命時代と言えます。その代表的な例が明治5年1872年政府によって設置された富岡製糸場です。江戸時代末期、最大の輸出品は生糸でありましたが、明治時代に入っても産業や科学技術の発展のために生糸の輸出で資金を集めようとしました。そして明治27年1894年の日清戦争をきっかけに釣りプレイヤーは大きく変わります。日清戦争は日本経済に大きな影響を及ぼし、戦前からの財閥に加え、新興財閥が勃興しました。新興財閥には歴史がありません。しかし、巨大資本家という地位には、それに見合った生活スタイル、すなわち振る舞いが要求されます。現在でも似たような事例が散見されますが、経済力で得た地位を周囲に認めさせるには、それ相応の教養が必要になるということになります。その振る舞いの手本となったのが、江戸時代の武家、公家社会と欧米の貴族階級でした。急速に欧米化を進めようとする政府が、明治16年、1883年に建造した鹿鳴館でのダンスパーティーは、新興財閥にとって貴族趣味の手本となりました。そんな中、釣りも江戸時代の武家、公家の遊び方が手本とされ、むしろ江戸時代以上に豪奢な趣味として評価されるようになりました。明治時代の釣り。明治中期までの釣りは、基本的には江戸時代の釣りの延長と考えてよいでしょう。ただ、東京では水質汚染によって明治30年、1897年頃には深川周辺での棚子釣りが姿を消したと言われています。明治時代にはすでに鯉の釣り堀があったとされますが、そこでは賭けが行われたり、釣り堀が懸賞を出したり、鉄火場の様相を呈していた時期もあったそうです。これらのエピソードは工業の発展と釣りプレイヤーの変化を感じさせます。ちなみに小説家であり釣り好きとして知られる幸田露伴は明治30年1897年頃、およそ30歳から釣りを始めたと推測されています。潮遊秘術釣り師かぎを表した2歳年上の文化史家石井剣道もほぼ同じ頃に釣りを始めたそうです。幸田露伴はこの釣り師かぎの序文に職業としての釣りと遊漁の違いを論じ、釣り人の心がけを述べています。いたずらに豪華でない限り精妙な釣り具を使い、争ったり他人を妬んだりせず、悠然と楽しむべきである。江戸時代からの釣りを表した永田一秀によると、釣り師かぎには明治末期の庶民が多く登場するのも特徴だといいます。例えば、さつきのキス釣り上中下で船宿に集まる人が片屋の親方、巡査、松の湯の親方、俳諧の総称、竹屋、飾り屋さん、針尾町の20代の職人に新米の洋服の男といった具合とあります。釣り師かぎが出版される2年前、明治37年、1904年に起こった日露戦争以降、国民の所得が急激に向上したことの一つの表れだと言えるでしょう。明治錦絵の役者絵師、豊原国親が描いた市川團十郎釣魚図があります。明治時代に活躍した歌舞伎役者、9代目市川團十郎は無類の釣り好きであり、研究心も旺盛だったと言われます。青ギスの脚立釣りでは初めて磯目を餌に使ったという記述も見られます。明治・大正時代の釣りを描いた作家と本のまとめです。幸田露伴。風流物、五重塔、
運命などの著作で知られる幸田露伴は、キス釣り、雨の釣りといった釣りを描いた随筆や、原談、露星などの小説も数多く執筆しています。明治42年、1909年、新小説に発表された針の段では、針の形は餌の種類や魚の食性、合わせ方によって変わると述べるなど、釣り道具に対する研究心も旺盛でした。石井剣道とも交流が深く、鳥遊技術釣り師かたぎに序文を寄せました。石井剣道釣り師かたぎ。明治39年、1906年に発行された鳥遊技術釣り師かたぎです。上、中、下巻に分けられ、下巻が釣りの解説書になっています。釣り物別の釣り機などまで詳細に記載されています。中根中吉、竿中の寝言。明治から昭和を生きた竿師初代竿中の語りを残した孫中根音吉三代目竿中の著書竿中の寝言には、当時の江戸の釣りの様子が生き生きと描かれています。永田一秀、江戸時代からの釣り。明治36年、1903年、福岡県に生まれた永田一秀がまとめた江戸時代から昭和時代の釣りの変遷です。資料としての価値が高いものになります。画家、写真家、グラフィックデザイナーとして名高いですが、魚拓の専門家でもありました。土屋鴎外、戯画。幕末に藩士の子として生まれ、山形県鶴岡市、酒田市、新庄市の裁判所に勤務する傍ら、画人としての才能を伸ばした土屋鴎外が描いた明治から昭和初期の釣り風景です。庄内釣りの変遷を知る貴重な資料となっています。では、釣り道具はどうだったでしょうか。釣り糸は麻糸や絹糸、手ぐすが使われており、竿は延べ竿です。大量生産は行われず、大正魚や釣りのスタイルにも江戸時代から大きな変化は見られません。東京では江戸時代から続く和竿の盗作、竿中などが芸術品ともいえる竿を作り続けていました。手ぐすは江戸時代から使われていたといいますが、これはヤママユガなどの幼虫の染液を酢酸中で引き伸ばして固めたものです。1匹の幼虫から取れる手ぐすの長さはせいぜい2メートルから3メートルです。これを手作業で作っていたのですから、生産量が多かろうはずがありません。価格も現在でいうところの鮎釣り用金属ライン以上だったと考えられています。明治時代にはすでに針作りを制業とする人が数多くいたとされ、明治15年、1882年にはスズメ機が施された針も登場します。しかし、これも手ぐす同様、大量生産ができるものではなく、1日に職人が作る針の数は1000本程度だったと言われます。こと釣り具に関しては、その特殊性、生産量の少なさから近代化が進むことはありませんでした。日本水産補佐史という明治時代の漁法を知る貴重な資料もあります。日本水産補佐史は、農商務省水産局が明治19年、1886年から全国の漁法の実態を調査したもので、明治28年、1895年に完成し、明治43年、1910年に水産書院から分冊発行されました。日本水産史3部作と言われる貴重な文献で、数多くの図版が掲載されています。当時は絹糸が主流でした。透明で強度が高い手ぐすは江戸時代から漁師が使っていましたが、長さが2メートルから3メートルしか取れず、価格も高いため、ハリスとしての使用に限られていました。大正時代に人造手ぐすが登場しても、しばらくの間は道糸には絹糸を使うのが一般的でした。日本の釣り針は欧米のものと比べるとはるかに多彩で高品質でした。明治時代から大正魚に応じて様々なタイプが存在していたことがわかります。明治末期に針製造機ができるまでは1本ずつ手作りしていました。明治、大正時代に使われていた釣り道具の一例です。
マブナ竿。明治後期から大正期のものと思われるマブナ竿です。東京では明治12年、1879年頃から江戸川の寒ブナ釣りが始まったとされますが、その時に使われていた竿は2間半、約 4.5 メートルの長竿で、置き竿で使っていたといいます。紀州竿。紀州竿を作り始めたのは初代竿匠です。当初はチヌ竿が中心でした。2代目竿匠に弟子入りした竿五郎が高野地区を使ってヘラブナ竿を完成させたのは昭和に入ってからのことだといいます。糸巻き。美しい装飾が施された明治後期から昭和初期の糸巻きです。身を筋に沿って打たれた杭に船を係留し、深瀬釣りで黒鯛を狙う釣りは大正末期頃から流行したと言われます。道具入れと小物。明治から昭和初期のものと思われる道具入れです。日本では江戸時代からボラ、鯉、鮎などを釣るために多彩な形状の浮きが使われていました。釣りの欧米化の始まり。明治時代、こうした日本古来の釣りとは別に欧米の釣りが注目され始めます。明治に入って初めての釣りの本は明治9年1876年に文部省から発行された百科全書の釣魚編でありますが、これがイギリスの本の翻訳であったことは文明開化を象徴するような話です。欧米においては釣りはゴルフなどと並び上流階級との交流の場となっていました。ちなみにここでいう釣りは主にフライフィッシングのことだと考えていいです。日本の政財界の子弟たちはこぞって海外に留学し、フライフィッシングを日本へと持ち帰ります。そして釣り場として見出されたのが明治初期からニジマスをはじめとしたトラウトの養殖が行われていた栃木県の丸沼や中禅寺湖でした。大正元年1912年には政財界の親睦団体である東京クラブのメンバーが丸沼マス釣りクラブを設立しました。これが日本におけるマス釣りの幕開けと言われます。そして大正14年1925年には東京アングリング&カントリークラブが発足しました。単に釣りを楽しむのではなく、政財界の有力者や貴族、そして各国からの在日外交官を呼び、釣りとゴルフを楽しみながら親交を深めたといいます。栃木県日光周辺は明治時代から外国人に人気の避暑地であり、ゴルフやフライフィッシングを楽しみながら日本の政財界の要人が欧米人と交流してきた歴史を持ちます。その交流から湯川へ放流されることになったブルックトラウトはいわば釣りの欧米化のシンボル的存在と言えます。ここで行われていた釣りには欧米の政財界人とのパイプを作るためのツールという意味合いが強かったと考えられます。それでは特典パートです。明治時代の出来事を年表で見ていきましょう。明治元年1868年、江戸城が開城されました。明治天皇が東京へ移ります。大阪港が開港しました。江戸の西黒門町で津国屋が釣り針職を開業しました。明治5年1872年、学制が発布されました。東京から横浜間の鉄道が開通しました。明治6年1873年、徴兵令が発せられました。地租改正が発布し、反対一揆が発生します。目細八路兵衛が加賀で鮎毛針を発売します。中禅寺湖にイワナが放流されました。明治9年1876年、西堀清之進がイギリスのインフォメーション・フォー・ザ・ピープル場所名で百科全書を訳し、釣魚編を表します。海外の釣り道具や釣法を国内に紹介した初めての本となります。明治10年1877年、西南戦争が起こります。東京で第1回内国官業博覧会が開催されます。水産伝書所、現東京海洋大学で北米産ニジマスの卵の孵化が成功し、飼育が始まります。
薩摩駅が大流行しました。明治15年、1882年、日本銀行が開業します。紀州竿の開祖、初代竿商が竿師となります。明治16年、1883年、東京日比谷に鹿鳴館が建設されます。第1回水産博覧会に播州毛針などが出品されました。明治18年、1885年、内閣制度ができます。釣り餌として磯目が使われ始めます。明治20年、1887年、東京の釣り針師、新庄が平打ち針を考案します。明治22年、1889年、大日本帝国憲法が発布されます。中村利吉が中禅寺湖でスプーンを使いました。明治23年、1890年、第3回内国勧業博覧会が開催されます。内国勧業博覧会で伊勢山の創始者として知られる広瀬短吉が二等友好賞を受賞しました。明治26年、1893年、安倍誠一郎が漁庁新書を表します。明治27年、1894年、日清戦争が開戦します。ヒメマスが阿寒湖から支笏湖へと移植されました。明治28年、1895年、下関条約が締結します。その6日後にロシア、ドイツ、フランスが条約に干渉します。いわゆる三国干渉です。第4回内国勧業博覧会でスプーンとスピナーが紹介されます。農商務省水産局の日本水産補佐士が完成しました。明治29年、1896年、農商務省水産局調査所が欧米の水産専門書を和訳編纂した欧米漁具漁法類産を表します。明治30年、1897年、第2回水産博覧会が神戸で開催され、技尾竿中と釣り具商東屋が水産博覧会に出品しました。漁業協同組合の設立が政府から各地に向けて奨励されました。明治33年、1900年、雑誌明星が創刊しました。竿中がフランスで開催された第5回パリ万博博覧会に出品しました。明治34年、1901年、八幡製鉄所が開業します。明治35年、1902年、日英同盟が締結します。正岡子規が逝去しました。死の直前まで発表した随筆、病床六尺には釣りに関する記述が見られます。明治36年、1903年、第5回内国勧業博覧会が大阪で開催されました。大阪築港大桟橋が完成します。大阪の三崎屋商店がガラス製イカ釣り用疑似針を発売しました。明治37年、1904年、日露戦争が起こります。明治38年、1905年、加賀毛針が東京に進出します。明治39年、1906年、石井剣道が潮遊秘術、釣り師かたぎを表します。明治40年、1907年、東京勧業博覧会が開催されます。勧業博覧会に、東作、竿中、竿地が出品しました。明治42年、1909年、伊藤博文が暗殺されます。滋賀県琵琶湖で鮎の養殖に成功しました。播州で針製造機が発明されます。幸田露伴が随筆、針の段を表します。明治43年、1910年、日本から南極探検隊が出発します。芦ノ湖でニジマスの放流を開始します。日本水産補佐士が交換しました。明治45年、1912年、大正天皇が即位されました。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。
また次回の動画でお会いしましょう。